どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日は、もう春も終わるということで、日本の春についてちょっと話したいと思います。で、皆さんももう知ってるかもしれませんけど、日本には4つ季節がありますよね。4つ季節、四季があります。春、夏、秋、冬、4つ季節がありますよね。春夏秋冬とも言います。皆さんの国ではどうですか？日本みたいに春夏秋冬ありますか？で、その中でも、今日は春について話していくんですけど、日本は季節によっていろんな行事とか食べ物があります。なので今日は、春の、行事とか春の食べ物について少し、紹介したいと思います。で、春、まずいつからいつまで春なのかということなんですけども、だいたい日本では3月から5月ぐらいまでが春という感じですね。で、6月は夏の本当に直前で、春といえば春なんですけど、6月はちょっと暑くなってきて、少し夏っぽい感じもありますよね。それから6月には、梅雨もあります。梅雨は6月のすごくたくさん、雨が降る時期のことです。で、そんな感じで春、どんな行事があるのか、まずは行事について、話したいと思います。例えば、ひな祭り。春にはひな祭りがあります。3月3日に、ひな祭りという、お祭りがあります。ひな祭りは、日本の、古くからあるお祭りの一つで、女の子が元気に成長できるように、健康に成長できるように、祈る、行事です。で、ひな祭りの時にはおひな様という人形を、飾ったりします。このおひな様は、子供たちに、災い、悪いことが、降りかからないように、元気で健康にいられるようにという願いを込めて、飾るようになったんです。なのでまず3月3日にひな祭りがあります。それから他にもホワイトデーがありますよね。皆さん多分2月14日のバレンタインズデーは、知ってると思いますけど、その1ヶ月後3月14日には日本にはホワイトデーという日もあります。2月14日に大抵、女の人女性から男性に、プレゼントを送って、で3月14日にはそのプレゼントをもらった男性から女性にお返しをするという日です。最近では、チョコレートだけじゃなくて、クッキーとかマシュマロとかカップケーキとか、他の食べ物だったり、プレゼントを、渡すようにも、なってきました。なので3月にはホワイトデーもありますね。それから3月から4月にかけて、卒業式と入学式もあります。日本の学校では大抵3月に、卒業します。それから4月に、新しい学校に、入学します。なので、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学までの、たくさんの子どもたち、学生たちが、学校を卒業して、でこれからの新しい生活に胸を膨らませる、季節ですね。新生活が始まります。なのでそれぞれの卒業をお祝いしながら、4月の
新生活に向けて、いろんな、業界のいろんな会社が、力を入れてプロモーションする季節でもあります。それからもちろん学校が3月で卒業なので、学校だけじゃなくて会社の入社式もこの時期に行われることが多いです。なので、学生でもそうじゃなくても春、特に4月はまさに新生活というイメージが、強い季節です。それからこれはもう皆さん知ってるかもしれませんけど、春には花見もありますね。春の、日本で、最も人気な行事の一つ、である花見なんですけど、起源はすごい古いんです。今から1000年以上前には花見をもう日本人はしていたというふうに言われているんです。昔は農民の人、田んぼとかで働いている人ですね、が、田んぼの神様は冬に、山で、こもって春になると村に帰ってきてくれるというふうに信じてました。なので、春に桜が咲くと、田んぼの神様が帰ってきたというふうに、思って、みんな田んぼの神様をもてなすために、ちょっと宴会をしたり、していたんですね。それが今ある、花見の起源です。もともとの話ですね。今では田んぼの神様をもてなすという意味合いはちょっと薄れているかもしれませんね。どちらかというと、綺麗な桜を見ながら、美味しいものを食べたりお酒を飲んだりして、春の始まりを楽しむという感じですよね。それからもちろん桜の開花、桜が咲くのに合わせて桜フェアとか桜祭りとかいろんなイベントがいろんなところであるので、それもすごく楽しいので、おすすめです。はい。それからもう一つ、これもすごく有名だと思いますけど、春にはゴールデンウィークもありますね。4月の終わり、4月末から5月の初めにかけてで1年で一番、国民の祝日が多い週ですね。これをゴールデンウィークと言います。なのでこのゴールデンウィークの時期には、特に旅行に行く人はすごい多いです。なのでいろんな観光地、例えば京都とか大阪とか東京とか、他の観光地も含めていろんな観光地がすごく混雑する期間です。なのでもし日本に旅行しに来るならこの時期はやめた方がいいと思います。この時期はちょっと混みすぎるかもしれません。他の時期の方が空いています。もちろん他の時期でも綺麗な、景色とか綺麗な自然を見ることができるので、ゴールデンウィークは、ちょっと大変すぎるかもしれません。で、ちょっと行事、イベントについて話したので、食べ物についても少し話したいと思います。春にもたくさん旬の食べ物があるんですけど、例えば春によく食べる食べ物として桜餅があります。桜餅は桜の葉っぱで包まれた和菓子なんですけど、ひな祭りに食べる、お菓子でもあります。さっきちょっと話しましたよね、ひな祭り。それから日本の料理はよく、東、東京の料理、それから西、大阪とか京都の料理でよく作り方とか味が違うんですけど、この桜餅も関東風、東の味、作り方、それから関西風、関西西日本の作り方と、2種類あるんです。僕は子供の時よく食べてたのは関東風ですね。出身が横浜、日本の東なのでよく関東風の桜餅を、食べてました。それから春といえば
フキノトウもあります。雪がこう溶けてきて、フキノトウが顔を出すんですけど、春の味といえば、フキノトウだと思います。日本人はよく春にフキノトウを食べます。香りがすごい良くて、でちょっと爽やかな苦みもあって、天ぷらにするとすごく美味しい、山菜です。山の野菜です。それから春には苦いものを食べると、体にいいとも言われているので、よく、春になったらフキノトウを日本人は食べるんです。それからもう一つ、イヨカンというものもあります。イヨカンは、日本の、すごく人気のあるみかんなんですけど、日本で一番多く作られている、生産されているみかんは温州みかんというんですけど、それの次ですね、日本で2番目に多く、作られているみかんがこのイヨカンなんです。で温州みかんは、収穫の時期が11月とか12月なんですけど、イヨカンはこの年が明けてからなので、温州みかんに比べて旬の時期がちょっと遅いんですね。なので春になったらよく食べるんです。それから味は酸味がちょっと少なくて、香りも爽やかなのですごく美味しいです。おすすめです。はい、こんな感じでね、春はいろんな行事とか、旬の食べ物がありますね。なのでもし春に日本に来るならぜひ今日話したことを参考にしてみてください。はい、ということでね、今日は日本の春について、話してみました。皆さんは日本の春の行事や食べ物を試してみたいと思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。それからそこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。